こんにちは、健吾です。先ほど収録しました吉峰やったかな、吉峰寺の隠し通路みたいなところ、そこでお話ししようかと思ってたトークテーマが吹っ飛んでしまったので、レベルが高かったんだよ。でここからね、帰り道なんですけども、まだ少し道があるみたいなので、およそ500メートル先お話できたらなと思います。お話というよりもね、ちょっと最近思うことなんですが、特にというかな、突然ですけど、皆さん最近夜車のハイビームやたら遭遇率上がってませんか？自分が車運転してでもバイク運転してでも歩行者として歩いていても、なんでハイビームしてんだろこいつっていうような時、出くわしませんかね。私しょっちゅうありましてね、特に自動でハイビームになる機種が増えたのかなって気もしなくはないんですけど、ずっとハイビームのままにしてるような人もいるなと思って。警察でしたっけね、基本的にはハイビームで走りましょうみたいなことを言い出してからないような気がするんだけど、歩行者や対向車がいるときは下げてほしいな。眩しくてね、前見えないからね、対向車。普段バイクも車も両方運転する身としては、邪魔になるような運転はしたくないなと。邪魔になるイコールそれは危ないっていう、お互いにね危ないことなのでしたくないなと思うんですけど、自分の運転が他の人にどう見られているかとか、どういう影響を及ぼすかもっていうようなことを予測していないような人が目立ってしまっているような気がしてまして、私もね偉そうなことは言えないんですけど、自転車で走ってる時の車のハイビームが眩しくてぶつかりそうになるっていうんかな。自分が走ってる側のガードレールとか歩行者とか、オートハイビームがついてても手動で下げることはできるんじゃないかなと思うんですけどね。下げる機能自身がないっていうんであれば仕方がないにしてもですけど、下げ方を知らないんだったら車を運転しないでほしいというぐらいまでちょっと思っちゃうんですよね。操作方法知らないのっていうところで危なくない？その操作を知らんってことは他の操作も知らねえんじゃねえかって思っちゃうのよね。ちょっと過激なこと言ってますけどね。よくね、夜中というか夜、お子さんを前に走ってで自分がこうママさんとかがね後ろについて、ああだよこうだよってこう指示しながら走ってるところを見たことはありますけど、子供の目にどんだけ眩しいか分かるみたいな感じがね、大人の目で眩しいのよって感じるし、さらに言えば最近 LED のついた自転車が増えたので明るくなってるのはいいんだけど、どこ照らしてんのっていう自転車見ませんか？およそ500メートル先自転車で走ってて地面全然照らしてないってことに気づかないのかなとか思うんですけどね。空映してどうすんのと思うんだけどな。高速乗ってしまいましたけども、バイク乗っているとね余計に感じるっていうのかな、相手にどう見られるか、どう見せなきゃいけないかっていうところ、その運転を心がけることが自分もそうだけど相手の安全もね確保できると言いますか。もう間違えたとこ通ってるやんけ。もう刑事バイパス行くつもりだったのに40メーター右折ってあるからさ、新しいルートで案内します。ついて行ってしまったよ。その先ほんとめんどくさいよなこのジャンクション。すでに間違えてるしな。第二京阪行きたかったのにな。昔確か道路の安全標語やったかな、見る見られるいい運転みたいなのがあった記憶があるけど、安全運転をね心がけたいと思います。それでは取り留めのないお話でしたけども、今回の動画をここで終了したいと思います。またどこかの道でお会いしたいと思います。それでは皆さんさようなら。